さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。59回目の今回は、投手の勲章としても有名な沢村賞の名前の由来になった、選手の紹介になるよ。その選手とは、巨人に7年間在籍していた、沢村栄治選手だよ。沢村賞の由来となった選手、一体どういった人生を送ってきたのか、早速解説を始めていくよ。沢村栄治、1917年2月1日生まれの27歳、三重県出身の元プロ野球選手だよ。日本プロ野球史上に残る、伝説の選手の一人でもあり、戦前のプロ野球界で、NPB 史上初の、最多勝利を獲得し、NPB 史上初の最高主勲選手も受賞。史上2人目のシーズン防御率0点台や、史上初の投手5冠に輝き、史上初のノーヒットノーラン達成など、様々な記録を打ち立てたよ。1917年2月1日、三重県宇治山田市、現在の伊勢市で、長男として生まれるよ。京都商業学校の投手として、1933年春、1934年春、夏の高校野球全国大会に出場。1試合23奪三振を記録するなど、才能の片鱗を見せたよ。1934年の夏の大会終了後に、京都商業を中退。その年の11月に開催された、読売新聞社主催の日米野球の全日本チームに参戦し、5試合に登板したよ。中でも11月20日、静岡県草薙球場で開催された試合では、7回裏にルーゲーリップに、ソロ本塁打を浴びたのみで、メジャーリーグ選抜チームを、8回5安打1失点と好投したよ。しかし、これ以外の4試合では0勝3敗、防御率 10.65 と全く振るわず、草薙球場の試合を含めても、0勝4敗、防御率 7.85 に終わったよ。しかし、この年の日本選抜対メジャーリーグ選抜の試合が、日本の0勝16敗に終わったため、草薙球場での回答は、現在でも日本で語り草となっているよ。この試合でベイブルースは、沢村を称賛する一方で、ちょうどバッターボックスに入って、投手に面すると太陽の光源が真正面に見えるので、眩しくて仕方がなかったとコメントしているよ。なお、この試合のメジャーリーグ選抜の先発、R. ホワイトヒルは、左腕であり球の出所が沢村と違うため、参考程度にしかならないが、9回3安打完封だったよ。その年の暮れ、全日本チームを基礎としたプロ野球チーム、大日本東京野球クラブの結成に参加したよ。学校を中退してプロ入りしたのは、野球部員による下級生への暴行事件が明るみに出て、連帯責任で甲子園出場が絶望的になったためであったそうだよ。プロ野球リーグが始まる前の1935年、第一次アメリカ遠征に参加。21勝8敗1分けの戦績を残すよ。同じ年の国内での巡業では22勝1敗。翌1936年の第二次アメリカ遠征でも、11勝11敗を挙げているよ。そしてプロ野球リーグが開始された、1936年秋に中山とのバッテリーで、プロ野球史上初の、ノーヒットノーランを達成するよ。同年12月、大阪タイガースとの、最初の優勝決定戦では3連投し、巨人に初優勝をもたらしたよ。1937年春には24勝、防御率 0.81 の成績を残して、プロ野球史上初となる、MVP に選出されたよ。さらにこの年は、2度目のノーヒットノーランも記録するなど、黎明期の巨人、日本プロ野球界を代表する、快速球投手として名を馳せたよ。特にタイガースの豪打者である、影浦とは良きライバルで、名勝負を繰り広げてファンを沸かせたよ。しかし、徴兵によって攻守合格の現役兵として、帝国陸軍に入営、1938年から満期除隊の1940年途中まで、軍隊生活を送り日中戦争に従軍。前線で手榴弾を多投させられたことから、生命線である右肩を痛め、また戦闘では左手を銃弾貫通で負傷、さらにマラリアに感染したよ。復帰後はマラリアによって、何度か球場で倒れたり、右肩を痛めたことで、オーバースローからの、速球が投げられなくなったが、すぐに転向したサイドスローによって、抜群の制球力と、変化球主体の技巧派投球を披露し、3度目のノーヒットノーランを達成したよ。その後、王将により予備役の兵として軍隊に戻り、1941年終盤から1942年を全て棒に振り、さらにはサイドスローで投げることもできず、肩への負担が少ないアンダースローに転向したよ。しかし、制球力を大幅に乱していたことで、好成績を残すことができず、1943年の出場はわずかだったよ。投手としては、1943年7月6日の阪神戦の出場が最後で、3イニングで8四死球と、2被安打で5失点で降板となったよ。公式戦最後の出場は同年10月24日、代打でのサードのファールフライであったよ。
そして1944年、シーズン開始前に巨人からついに解雇されたよ。移籍の希望を持っていたが、鈴木聡太郎から、巨人の沢村で終わるべきだと諭されて、現役引退となったよ。その後、南海軍から入団の誘いがあったが、固辞したよ。そして現役引退後、1944年10月2日に2度目の王将。同年12月2日、フィリピン防衛戦に向かうため、乗船していた軍隊輸送船が、屋久島沖西方の東シナ海で、アメリカ海軍潜水艦、シーデビルにより撃沈され、屋久島沖西方にて戦死。特進で任陸軍5長。27歳だったよ。食用野球通算63勝22敗、防御率 1.74。戦死後の1947年7月9日、巨人は沢村の功績を称えて、背番号14を日本プロ野球史上初の永久欠番に指定したよ。また、同年に沢村の功績と栄誉を称えて、沢村栄治賞、通称沢村賞が設立され、プロ野球のその年度の最優秀投手に贈られることとなったよ。1959年に野球殿堂入り。そして東京ドームそばの、鎮魂の日に、石丸ら太平洋戦争で戦死した、プロ野球選手と共に明記されているよ。また、ふるさとにほど近い伊勢市岩淵町の墓地に、沢村の墓が建立されており、その墓石はボールを模した形で、前面に巨人の G、後面に沢村の背番号14が刻まれているよ。なお、2017年に沢村の墓は縁石者の事情により、墓じまいが行われ、現在は記念碑として同墓地に現存しているよ。なお2014年3月10日、沢村のふるさとである三重県伊勢市の、伊勢市倉田山公園野球場で、65年ぶりに行われた阪神とのオープン戦において、原監督はじめ全選手が、永久欠番の14をつけ、阪神は OB で沢村と同郷かつ、フィリピン防衛戦における戦死者である、西村の背番号19を全選手がつけて、沢村の一人娘の始球式により、試合が行われたよ。そして2017年2月1日に、生誕100周年を迎えたよ。伊勢市では、沢村栄治生誕100周年記念事業を銘打ち、3月20日から3月26日には、沢村栄治生誕100周年記念展が、3月22日には再び倉田山球場で、巨人対日本ハムのオープン戦が行われたよ。この試合でも、巨人は高橋監督はじめ、全選手が永久欠番の14をつけたよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。沢村の直球について、小中高と沢村と組んだ捕手の山口曰く、打者の膝元でホップし、彼の指を曲げるほどの威力があったよ。実際に対戦している、元大阪タイガースの松木も、浮き上がってくるのでバットに当たらない、ということを何度も強調しているよ。1999年放送の番組、勇者のスタジアム、プロ野球コーチンプレイの企画では、映像から球速を測定するとして、湯浅中京大学教授の協力のもと、沢村の球速が159.4キロと再現されたよ。もっとも、この再現時、沢村の映像はキャッチボール時のものしか残っておらず、プロ野球選手がキャッチボールでは、全力の何%の力で投げるかの平均値と、足を高く上げている沢村の投球フォームから導いた結果だそうだよ。また湯浅教授は、別媒体でも同様に、プロの投手が軽く投げる際は、全力の何%ぐらいで、投げているかという傾向から、160.4キロと言っているよ。その後、2015年6月11日放送の、クローズアップ現代において、沢村の試合中の映像が見つかったことが、判明したとして特集が組まれたよ。そこでは写真と違って、実際の試合では足をほとんど上げない、投球フォームであったことが判明したよ。そして BS スポーツ酒場、語り亭で、前室の湯浅教授が、実際の投球映像をもとに速度を計算、150キロ台から後半は出ていただろうと算出されたよ。また1990年1月28日放送の、知ってるつもりでは、実際に沢村の投球を見たことのある、生前の千葉と青田が、ピッチングマシンを相手に、バッターボックスに立って、沢村の球はどれくらいのものであったかを、思い出してもらうというものがあったが、最終的に千葉が、これぐらいだったと感覚で、思い出した時のマシンの速度は165キロであったよ。京都商業学校卒業後には、慶応義塾大学への推薦入学が、ほぼ決まっていたが、正力松太郎が強引に口説いて、同校を中退させて巨人入りさせたよ。その時正力は、一生面倒を見るとまで言ったというよ。しかし、巨人は戦地から負傷して帰った沢村を解雇し、約束は守られなかったよ。NHKE テレで放送された、先人たちの底力知恵泉、野球が愛されるわけ、沢村栄治の挑戦によると、法律で学生が日米野球に参加できなかったため中退したとしているよ。
また、2度も招集を受けたのは、学歴が中等学校中退であったからという説を取れば、中等学校を中退しての巨人入りは、沢村のその後の運命を左右してしまったと言えるそうだよ。沢村は巨人から解雇を告げられた際、さすがに気落ちし、父親に、大投手などとおだてられていい気になっていた、わしがアホやったんやと語ったが、自分を責めるだけで、勝力や巨人に対する恨み事は言わず、入営時には笑顔を見せていたそうだよ。また、沢村の父親である健二は、戦後のインタビューで、英二は中等高中退だから、もし、卒業しいたら、境大に行ってたら、こんなに何度も濃かった。すべては私のせいですと、涙ながらに繰り返したそうだよ。アメリカ遠征の折、人気者であった沢村は、サインを次々と書かなければならなくなり、次第に自身の名前を書くのに飽きてしまったそうだよ。そのため、漢字の通じない、アメリカ人が相手ということもあり、当時の人気女優であった、田中絹代の名前をたびたび書いていたそうだよ。また、酔っ払いからサインを強要された時には、バカ野郎と書いたこともあったというよ。1940年の暮れ、軍隊への入営が近づいていた弟に、手紙で、任に負けるな。どんな仕事をしても勝て。しかし、堂々とだ。苦しい、そして誰にも言えないことはこの俺に言ってくれ。と述べたそうだよ。また、普段は無口な人柄であったが、1944年に娘が誕生した際には、大喜びしてはしゃぎ回ったそうだよ。その数ヶ月後、妻へ宛てられた最後の手紙には、生きて帰れたらいい父親になる。と書かれていたそうだよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、戦争によってその野球人生を奪われた、選手の一人だと思ったね。当時はそれだけ重要な事柄であった戦争、ただそれによって体を壊し、さらには球団を解雇される始末。また人によっては勝手なことを言って人生を狂わせる、時代に翻弄されたのは確かだと思うよ。ただ、それだけこの沢村選手という投手の存在は大きく、そして戦争によって失うものの大きさを忘れないために、沢村賞が存在していると、個人的には思っているよ。まあ今回は、野球選手としての沢村選手の他にも、一人の人間として、その人生の一部を知れたことは良かったかもしれないね。ということで、今回はここまでなんだけど、今回のパートをもって、今年の選手解説は終わりにするよ。まだ他にも、ちょいちょい解説しておかないといけないものがあるからね。今年は、年内に色々達成できたこともあるので、できればそのことについても触れていきたいし。それでは、ご視聴、ありがとうございました。